はいどうも、岸田模型です。タミヤ24分の1日産フェアレディ Z、Z31 の製作、アニバーサリー仕様の外装で製作したいということで、今回はキットにはないリアスポイラーを製作してボディの成形を行います。それでは前回の続きからリアスポイラーを製作していきます。キットにはリアスポイラーのパーツはありません。プラ板を積層して光効果パテを持ってスポイラーを作っていきます。ボディ側にリアスポのベースとなる部分にプラ板を貼っていきます。最初別体で作ろうかとも思いましたが、塗装にそんな支障もなさそうなのでボディと一体で作っていきます。プラ板は 0.5mm を使用します。リアウィンドウに沿って切り抜いてプラ板を貼り付けます。ハッチ後端の傾斜がついているところとボディ後ろの平らな部分にスポイラーがつくので、ベースは前と後ろでプラ板を分けて貼り付けました。リアワイパー取り付け用の穴が塞がってしまったので穴を開けておきます。リアワイパーのはまるくぼみの部分の外形を描いて上に貼るプラ板に移して切り抜きます。そしてそれを接着して外形を整えます。このままだとスポイラーが後ろ下がりな形になってしまうので、リアスポの後ろ側にプラ板を2枚重ねて接着します。この後ろ側の高さに合わせて左右両側に細切りしたプラ板を貼り付けてパテ盛りのための目安とします。このプラ板で囲われた内側を光効果パテを持って埋めていきます。パテを硬化させて削って形を整えていきます。こういうのは1回ではなかなか決まるものではないので、このパテを持って削ってという作業を3回ほど繰り返しました。光効果パテは UV ライトですぐ硬化するし、硬いのでこういう作業には向いているんではないかなと思います。大体の形状ができましたが、もう少し後ろ側に沿っているような気がするので、リアスポイラー前側を削っていきます。しかしここで気づいたのですが、私が参考にした画像はどうやら後期型のリアスポイラーのようでした。前期の北米仕様はリアスポイラーの形状が少し異なることが判明しました。そのままでもいいかなと思ったのですが、簡単に修正できそうなので前期の北米仕様にしてみます。北米仕様のスポイラーは平らな形状で、スポイラーの前側がくぼまっているような形なので、プラ板を貼って全体を平らにします。あとはまた光効果パテを持って削って成形していきます。これでリアスポの大まかな形はできました。細かい表面処理はボディを行うときに一緒にやります。エアロパーツはすべて形ができました。続いてボディの成形を行っていきます。まず気になったところはこの窓のモールのところですね。古いキットなので仕方がないですが、モールドがちょっと甘い感じがします。ここはこの一段浮き出ているモールの周りを少し掘ってシャープにしていきます。モールの周りに筋彫りを軽く入れてみました。キットのままと比べると、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、シャープになったと思います。あとはパーティングラインの処理をして、軽い引けがところどころにあったので、それらを処理しておきます。フロントバンパーのこのナンバーがつくところは削って落としました。ナンバーの取り付け穴は瞬着で埋めておきます。
フロントバンパーの筋彫りが消えてしまったので、ここを彫り直しておきます。次にちょっと気になるボンネットの合わせを見ていきますが、今回はこの辺で。それではご視聴ありがとうございました。また次回。